にちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日すごく大事なお話、10月の4日、すべてを変えることができる日です。もしこれを今見ている10月の4日を過ぎていたとしても大丈夫。10月の4日のつもりでやってください。っていうのも変な話でございますけれども、その10月の4日にだけそのアスペクトがあるわけではなく、10月の4日以降ですね、しばらくそのエネルギーは続きます。これがアスペクトです。それからこの日に小惑星パラスが逆行を終了するということで、この後逆行を終了してしばらくですね、水亀座を流れていきます。ですので、10月中、このエネルギーは続くと思っていただいていいです。結局、きっかけが10月の4日ということです。この日に、そしてこれからしばらくの間に、ぜひ本当にやっていただきたいことがあるんです。それで人生変えることができるエネルギーを持っている。これが私は先生術の素晴らしいところ、事前にアスペクトを読んでいけば、その時にしかないチャンスを私たちは読み取れるんです、先生術を読んでると。なので、大いに生かしてほしいと思います。なので、ちょっとお話をしていきますが、そうですね、10月の4日のせっかくですから、チャートをここにシェアをしようかな。その10月の今言ったように4日だけがというわけではないんですが、これがその10月の4日ですね。まず、この日に何があるのかというところからお話しすると、小惑星パラスが、今も言いましたが、逆行を終了します。そしてこの日に月が魚座に入りまして、天秤座の水星とお羊座の回路がオポジションを取ります。ここで見えるとですね、ここ回路、それから水星ね、25、26、今なってますけれども、これも本当に10月の4日にぴったりとポジションになって、しばらくこれ、ね、続きます。それから、お羊座のセレスといて座のベスタがトラインを取ります。お羊座のセレス、これですね。はい、お羊座のこの日は9度ですけれども、それからベスタ。ベスタ、何度もこの動画ではお話ししています。はい、こちら9度、同じ手座。で、火でトラインを取ってる。これすごくいい影響ですね。それから乙女座の金星と魚座のドラゴンヘッドがオポジションを取ります。魚座のドラゴンヘッド、これに関しても詳しい動画を上げていて、これまだまだ来年まで続くエネルギーですから、まだの人はぜひ読んでほしいんですが、これと乙女座の金星ですね。はい、18、18。この日、この3つ起こりますが、今も言ったようにしばらくこのアスペクトの影響は続きます。じゃあ、これをどういうふうに生かしていくのかということなんですけれども、特に今世で何らかの形で世の中にメッセージを伝える使命のあるあなた、絶対ここにたどり着いている人は絶対そういうことなんです。そうじゃないとたどり着いてないから、今この動画を見てる人は絶対そういう使命があるんです。なので、そういう使命をね、遂行していく人生へと変革してほしい。ですので、この日を無駄にしないでいただきたいと思います。で、まず小惑星パラスアテナという女神の名前がついていますが、水亀座で逆行を得るということはとても大切なことで、パラスアテナは小惑星ですが、古代神話においては独立した知恵の象徴として知られる女神の名前があてがわれています。ゼウスの頭から生まれたんです。だからゼウスが産んだんですね。普通は女神から生まれますが、女性の神様から、唯一ゼウスが自分で頭から産んだ、もう溺愛していた、とても美しい、そして知恵にあふれて、めちゃめちゃ頭もいい、その勇気にあふれた、知恵と英知の女神、そして美の女神でもあれば、勇気の女神でもあるわけです。彼女はよくフクロウとヘビがそのモチーフとして象徴される。どちらも知恵を持っているという意味なんですが、ちなみに個人チャートにおけるパラスは、あなたがどこでその英気と英知ね、頭の良さと勇気を発揮できるかということを示しています。それを読み取ることが、バースチャートではできるんですが、で今回このトランジットのパラスは何を示しているかというと、人類が知恵とその英知を冷静な計画や戦略のもとに、それらをどのように使って問題解決をしていく時なのかっていうことを示しているんです。で、それは左脳的なエネルギーだけではなくて、直感とか感受性をも含まれます。
で、さらに精神的な豊かさとか成長を促すテーマ、それは今どこにあるのか、これもパラスの位置から読み込んでいきます。普通、知恵、差の頭を使うというと、彗星の位置をよく見るんですが、彗星はデータとか情報とかコミュニケーションというものを司るのに対して、パラスは背後にある意味とか象徴的なパターンみたいなものを見抜いていく力を示しています。ですから物事のつながりとか分断、それから反復みたいなものを把握していって、その裏で何が実際行われているのかみたいなのも敏感に察知して、感覚的な能力も使いながら知恵を使って、それとともに思考をうまく使うから、そういう術なようなものを持っている、そういうものをデザインしている天体なんですね。で、そのパラスが水亀座にいるとどういうエネルギーを持つのか。水亀座は自由、革新、改革、集団システム、コミュニティというものに関心を持っています。階層とかヒエラルキーっていうこういう縦ではなくて横のネットワーク、そういうものを重視している。その時点で物事をこの視点でコミュニティにとって何がいいのか、こう上から目線じゃなくて、そういう見方を横の目線で物事を理解するということがとても得意なのが水亀座のパラスということになるんです。パラスが今ここにいる間は鋭い洞察力とかもうレベルの高い宇宙視点での高い思考みたいなものを融合していって、同志たちとか同じ思い、日本を憂えている日本のために例えばという人たちと協力しながら根本的な社会改革、政治変革みたいなものを起こす。そのためのただの理想主義じゃなくて戦略的なエネルギーっていうのが強くなっていくんです。この数ヶ月、もう世界で政府みたいな国の大きな権力に対して下から突き上げるみたいな動きがたくさん起こってましたよね。それは日食の影響もあるんですけれども、水亀座のパラスの影響もあったかと思います。ただそれは逆行していたので、見直しながら進んでいたという感じだったんですけども、ここで逆行が解けたことによって、問題解決が内側だけでなくて、完全に外側に向かっても向かう動きへと変わっていくかもしれず、しかもそれを支えていく、後押ししていくのが皆さん、私たちの力。私たちが一致団結して同じ目的のために声を上げていくっていうことですね。これが本当水亀座のパラスが応援してくれること。なのでやっぱりそういう動きをするべきでしょうし、そういう動きはサポートされていく。集団とかコミュニティでの貢献、そこで貢献していくっていう、それを自ら行動に移すということをやっていく人たちが応援されていくという感じです。で、さらにもう時代遅れっていう古い感覚は、これ以上持っていることは、本当に困難になっていきますから、もういい加減、まだそんなこと言ってるの、もうそんなこと日本人今言ってる場合なのみたいな感じで、たくさんの人にはい、はいってウェイクアップ、ウェイクアップっていう目覚めが起こっていくことが期待されます。水亀座のパラスは、そんな重いなんか昔ながらの考えを捨ててしまいなさい。もう進むしかないんだよ。もう行こうよ、こっちで。っていう、そういうことを促していくということですね。それからもう一つ、水亀座のパラスは、テクノロジーの進歩が見える形でやってくる。これも水亀座パラスの逆行明けに起こることです。確かに内側で確実に進歩してきたような科学とか研究、技術、学びっていうものを内側で頑張ってきたものが、世間に見える形で生かされたり、賞を取ったり、評価されたり、みんなに認めてもらえたりということが起こり始めていきます。ですから、何らかの分野で自分自身の技術や学びを高める努力を怠らずにやってきた人は、必ず評価されていきます。それは社会的な有名な人たちのレベルでもそうだし、個人のレベルでも同じように、一生懸命頑張って技術磨いてた人は大丈夫、報われていくよっていう感じです。また、この日に限って言えば、さっきの他のアスペクトがありましたが、ネガティブ思考の人と関わることで、また自信をなくしてしまうという罠のある日でもあります。だから、せっかくの今のこのポジティブなエネルギーを、なんか言うと、すぐに、ちょっと無理じゃないっていう、いつも無理な方向に、すぐに後退的な、後退するような思考や言葉を投げかける人いるじゃないですか。そういう人から離れておきましょう。
で、どうせ改革なんて無理でしょうとかいう人の耳を傾けない。あなたそんな今更無理でしょう。もう傾けない。水星と回路のポジションがあるので、またそういう悪魔のささやきで引き戻されちゃう人がいるんですけど、そこに負けないでください。そのためにも、セレスとベスタのトラインがあります。火のエネルギーです。そのような行為には蓋をして、自分の内側の行為を信じるというのがセレスとベスタのトラインなんですね。私はこれまでしっかりやってきたんだから大丈夫。それがセレスとベスタのトライのエネルギーです。自分を信じる。この力も同時に湧いてきます。ですから、なんか無理なんじゃないというのがあるけれども、そんなのにも負けずに信じることができた自分っていうものを獲得していくということができれば、この日のベストですね。もう一つ、金星とドラゴンヘッドのポジションは、カイロンのアスペクトとこのトラインの間を行ったり来たりするようなエネルギーをちょっと作り出しているんですが、今回はもう圧倒的にこのトラインを利用すべき時ですので、ここまでしっかり人生に向き合ってきた人は特に自分を信じて進んでください。もうこれ信じられる時に来ているということなんです。ドラゴンヘッドっていうのはあなたの使命を進んでいくというエネルギーに変わりますし、金星の価値観もちゃんと頑張ってきたあなたっていう価値観にすればいいんです。頑張んないとダメよねじゃなくて、頑張ってきた自分を信じましょうよっていう方向に乙女座の金星を動かせていくということですね。なので、とにかくこれまで人生に向き合ってきた人は自分を信じて進みましょう。なので、この日に改めて、私は自分の可能性を信じる。このシンプルな言葉を、別の言葉でもいいんですけど、同じような意味を大きな声で言ってください。簡単でしょ？一度目しっくりこないんです。自信がないって言ってきた。どうせ私なんてって言ってきた方が慣れてるから。これね、慣れてるだけなんですよ。そっちが真実じゃない。しっくりこないの。なんか恥ずかしい。もう一回言ってください。もう一回言ってください。何回も何回も、この日だけは諦めずにしっくりくるまで、人によっては50回、100回、10回、30回わかんないけど、あれなんかこれを言ってる私の方がしっくりくるかも。こっちが本当の私かも。っていうこのあなたの古い思考でこんな私がうまくいくわけないというものがなくなるまで何度も繰り返す。この日に繰り返す。10月4日過ぎてても大丈夫。まだアスペクトの影響あるから繰り返す繰り返す。とにかくパラスが水亀座にいるうちに何度も何度も繰り返してください。私は私の可能性を信じます。これだけです。とってもシンプルです。しっくりくるまでやってみてください。ということで、そんな皆さんに、じゃあ1枚引きのセプタグラムのこのカードは、あなたが自信を持つためのサポートの言葉だけが降りてくる。もう本当に宇宙は皆さんが自信を持つことを全面的に応援してくれますので、ここでじゃあ1枚引きいってみましょうか。いいじゃないですか。まさに水亀座のカードが出ましたよ。宇宙はあなたのユニークさ、変わろうとするあなたを応援します。水亀座は変わらないと意味がないよっていう、変わることに命かけている星座みたいな感じですから、とにかくいい方向に、よりいい方向に変わっていく意識を持ってください。あなたの可能性を信じていれば変われます。素敵な一日を